皆さんこんにちは、ときまるです。5月病にかかってしまいました。もうほら、態度に出てるでしょう、これ。5月病です。皆さんは5月病にかかってないですか？誰かそろそろ止めてください。ガルバピンダーサナ、止めてください。はい、ということで皆さんこんにちは、ときまるです。かかってないですかね、皆さん5月病に。ね、ちょうど楽しいゴールデンウィーク、連休が終わって、いろいろこう仕事とかが始まって、で、気温が上がってきてね、なんかこう、ちょっとジメジメし始めて、なんか天気も良くないなと。で、そういう時に、やっぱりこう、気分がね、ずーんと沈むことってないですかね。僕の場合はエクストリームなんで、今みたいにね、ちょっとね、ヨガのポーズを長く取りすぎるっていうのが毎年、ゴールデンウィーク明けぐらいに出てき始めています。今日は自分なりの5月病を乗り越えるテクニックみたいなものをいくつかご紹介できたらなと思います。まずね、一つ目は、掃除をするですね。部屋の掃除。そこから始めてみてはいかがでしょうかっていうことで、部屋の掃除さえもする気が起きないみたいな人もいるかもしれないですよね。もうかなり重症な方もいるでしょう。でもね、とにかく、部屋の掃除をしてみると。物を片付けて、で、床を拭いて、ただそれだけでいいです。なんかそこで無理やり、なんか物を減らしましょうとか、なんか断捨離しようって思うと余計にね、こう辛くなってくることがあるんで、とにかく体を動かすことなんですよね。考えるっていうこともめんどくさくなってるような感じにもなるだろうし。だからとにかく部屋の掃除をしてみると。できるとこから。はい。で、次はですね、食事ですね。部屋を整えたら何か自分で料理を作ってみるっていうことです。で、これももう何でもよくて、ポイントは、めんどくさいからウーバーイーツするとか、なんかめんどくさいからその辺に食べに行こうっていうか、そういうのじゃなくてね、あえて作ってみるっていう。そこにトライしてみるっていう。で、なんかその小さな、なんか自分の行動みたいなものを積み重ねていくと、最初はめんどくさいんですけど、だんだん日頃のルーティンっていうのが、休み前のね、なんか連休前の日頃からやっていた感覚を少しずつ取り戻すことができると思います。だから自分もね、この間、新潟に行ったりとかね、いろいろ移動したりして、で、ちょっと連休、休みっぽい雰囲気が若干あったんですけど、朝食、いつものルーティンみたいなので作ってる朝食をまた作り始めたりとか、それは旅先でもやってることではあるんですけど、あとはお昼とか夜にですね、簡単な味噌汁を作るってことをやってます。最近はしめじとブロッコリー入れたりして、で、乾燥わかめが、最近好きで、結構わかめがなんか好きになってて、で、なんかその乾燥わかめをそこに入れるだけで、なんかちょっと贅沢な感じするんですよね。それがあるとなしでは、結構なんか味噌汁のやっぱり充実度が変わってくるっていうか、なんでそういう風にして作ったりしてます。で、あと最近、豆腐が好きになってきていて、冷ややっこですね。多分季節的ななんか良さがあるんでしょうね。なんか口の中が冷たくて気持ちいいっていうか、本当になんかそんな特に凝ったことはしないんですよ。なんか安い、3パックぐらいで売ってるような、なんか安い豆腐あるじゃないですか。100円とか200円とかで売ってるような。あれを買ってきてですね、そのパックを開けて、そのまま、切り目を、お箸で入れて、そこにポン酢をかけて食べるっていう。このポン酢っていうのがね、いいんですよ。なんか僕は醤油くらいしか調味料って持ってない。醤油と味噌ぐらいなんですよ、普段ね。で、この間ね、ポン酢を買ってみたんですよ。これが良くて、久々に、普通の味ポンですよ。あれをね、かけて、冷ややっこを食べた時になんか口の中が冷たい感じがすごい良くて。でね、調子に乗ってね、それに合わせて生姜とかも買ってみたんですけど、ちょっと練りチューブっていうのか、チューブタイプの。でもね、なんか別にいらないなって思いましたね。
もう豆腐と、それにポン酢だけで、なんか十分すごいなっていう幸せを感じている。だから大体その食事の感じとしては、まず最初にその豆腐を食べて、ポン酢でね、もうかけて。もうそこで、うわ、これすごいな。なんかそのまま湯豆腐、湯豆腐にできるんですけど、その湯豆腐が、なんて言うんだろう。そのままこう冷ややっこになってる感じ。だから豆腐の種類もさ、木綿と絹あるでしょ。あれもどっちが好きか今でも迷ってる。もう常に行き来してるけど、今結構木綿派になってきていて。なぜか、今年。うん。でもね、なんかこれ本当に木綿なのかっていう疑いを自分にずっとかけ続けているんですよ。で、そしてまた、絹のね、つるっとしたやつに戻すっていうことを多分今度やるんですけど、そしたらね、また迷いが出てくるんですよね。これ5月病です。これがね、だから5月病。うん。もう5月病の症状が、だからその食事一つとってみても出ていると。うん。だからまあ、とにかくそこでね、豆腐とか食べながら、自分でちょっと何かを作りながら、ちょっとずつ気分を上げていく。そんな感じ。でね、三つ目は、食事が整ったら、次はね、睡眠を整えていきます。はい。睡眠を整えていく。やっぱりそのリズムが崩れる要因っていうのは睡眠にあると思うんですよね。だからまあ連休中にその夜更かししたりとかさ、ね、休みになると結構時間がずれますみたいな人多分多いと思うんですけど、でそれによって、やっぱりその朝が遅くなったりして、で、また今度夜もずれ込んでみたいな感じになって、なんかその気だるい気持ちとか、憂鬱な気持ちとかが出てくるんで、でそこをこうやっぱ分解してみると結構睡眠の重要さがわかるんですよね。だから睡眠を整えると。で、具体的に何するかっていうと、まあ、寝具を洗うとかね、例えば、もうそういうところからなんですよ。もう寝具を洗ってみるとか、その理念のね、ものを新しい理念に変えるとか、うん。それでもこう気分が上がります。睡眠に対するその心地よさっていうのが上がります。それからそのパジャマを買ってみるとか。まあこれエクストリームミニマリスト的にはなしなんですけど、まあでもその別にミニマリストじゃない方はね、パジャマを新しくしてみるとか、ちょっと夏用にしてみるとかね。うん。この間ドーミーインのパジャマ私紹介してましたけど、なんかああいうこう気持ちいいね、夏用のパジャマにするとね、これから睡眠の質がどんどん上がっていくかなと思うんですよね。あと大事なのはやっぱり日中に太陽を浴びる、散歩をする、歩く、運動をするってこと。とにかく、太陽、まあ、日照時間っていうのはまあ、日本は結構ある方なんですけど、なかなか太陽を浴びる時間っていうのが少ないんですよね。これデータとして出ていて。だから結構日本人っていうのは、まあ、地域的にも民族的にも、ビタミン不足、ビタミン D 不足になっているんですけど、なのでそれをもうサプリメントとかで補うっていうことも大事なんですけど、やっぱり、太陽ですね。太陽を浴びていく。もうこんな感じで浴びてます、僕は。なるべく露出させて。うん。で、そんなに長く浴びなくていいんですよ。だからまあ日焼けが怖いとか紫外線が怖いとかね、そういう人もいると思うんで、まあそこはちゃんとガードしながら、こんな感じで太陽をこうやってもう、こういう感じで浴びていくと。うん。なんて言うんだろう。うん。まあ、ちょっと世代間出ちゃうけども、やっぱりその西川貴教さんとかね、TM レボリューションの感じとか、x ジャパンの感じとか、あとラルクアンシエルの感じとかさ、そういう感じで、こうやってこう、もうだから自分がナルシストにならなきゃいけない。もうロックバンドっていう感じ。もうロックスターだ。自分ロックスターだって感じで、ガーンっても太陽を浴びていく。うん、積極的に。チャゲアスカでもいいよ。チャゲアスカでもいい。ガーンって。で、もう、スポットライト浴びてる感じで太陽を浴びながら風を受けていく。で、もう風を起こす人をこう雇ってもいいぐらい。うん、風専用の人、まあ、扇風機とかをこう当ててもらって、ガーンって、まあ、ブロワとかで。うん、で、太陽を浴びていくと、そしたらだんだんやっぱりその気分上がってきます。はい。でね、いつの間にかね、やっぱり5月病のこと忘れてますよ。だから睡眠までいかなくても、その太陽を浴びるっていうことをやるだけで結構気分も上がってくるんで、うん。でもね、まあ両方なんですよ。まあ相互作用的っていうか、だから一つだけやってはダメで、太陽を浴びて、ちゃんとそこで運動をして、で、夜はちゃんと寝れるっていう。そうなるとまたリズムが整ってきて、5月病が吹っ飛んでいきます。あとはまあ、私のね、数少ないスポンサーについてくださってる、この間のCBD ですね。ネイチャーカンさんの CBD を入れて、睡眠の質を上げていく。まあ、これもう僕ずっと使ってます。うん。すごいですね。なんか CBD 入れて、で、安らかに眠って、次の朝を迎えると。やっぱり全然その睡眠の質が違いますね。うん。変わった感じがしますね。そんな感じで、まあ、睡眠の質を上げていくと。で、まあ、最後は、
5つ目、5個紹介したかな。5つ目は運動ですね。これも運動です。だからさっきの、睡眠にもつながってくるんですけど、食事にもつながってくる。全部。運動のルーティンを改めて確立していくってことです。はい。で、私最近やったのは、これこの間自分のメンバーシップでも紹介したんですけど、月曜日から金曜日までの自分のメニューですね。ルーティンのメニューをちょっとね、変更して新たなものにしました。それによって自分の活動っていうか運動のモチベーションをちょっと上げるのと、で、ちょっとリズムを夏仕様にね、変えたっていう感じになっています。で、具体的には、月曜日、月曜日から始まるとすると、ちょっと一回ここに出しますね。こんな感じで、こんな感じで、メニューを決めています。はい。で、月曜日、まずアシュタンガヨガのフルプライマリーシリーズをやると。で、それだけ。もう絶対これも全部朝やります。で、火曜日は、フルとはいかないけど、ちょっとハーフぐらいをやって、そこから筋トレ。筋トレ入れます。最近ちょっと筋トレ取り入れるようにしました。新たに。で、水曜日はランの日です。だいたい走ります。朝。はい。で、木曜日は次またアシュタンガヨガのフルプライマリー。ヨガしっかりやっていきます。で、金曜日、そろそろ疲れてくる頃なんですけど、金曜日は軽くですね、ショートフォームとか、ちょっと太陽礼拝だけとか、その日の体調とか気分に合わせて、若干ヨガをやって筋トレっていうパターン。で、土日のどっちかは1日は休みにします。だからこの流れで金曜日までできていたら、土曜日はもう完全オフの日にしています。で、オフの日にして体力を回復させると。これ大事。休息が結構大事で。で、アシュタンガヨガにはそのムーンデイっていうね、満月と新月には必ず練習はお休みっていう、それも厳密には休まなくてもいいみたいな話もあるんですけど、でも一応休みながら、土曜日は休みにして、そしてまた日曜日にランニングっていう感じにしています。はい。この間ほら、紹介したルナサンダルのサンダルがもう調子良くてむちゃくちゃ。あれでますますね、最近走るのが楽しくなってるんですよね。で、ゼロシューズ履いていた時もそうなんですけど、サンダル履いて走ると、足の部分の露出が増えるじゃないですか。で、それもまた気持ちよくなるんですよ。で、今度ね、ちょっと夏終わったら皆さんに私のギャルみたいな足を見せてやりたいと思ってるんですけど、そのサンダル履くとさ、そのサンダルのストラップの型にさ、型が、焼け跡としてつくじゃないですか。あれがね、なんか面白いんですよね。自分の足がギャルになったみたいな感じがして、すごい面白くて。で、多分ね、今年はそのルナサンダルの足の型がピシッつくのかなと思っていて、だからそこも太陽を浴びて、そこでまたビタミン D を生成して、さっきの話で、夜ちゃんとね、メラトニンが生成されて夜眠くなるっていうルーティンにも入ることができる。だからそのサンダル、ベアフットの感覚っていうのが、結構自分の最近その運動のモチベーションになっていて、ものすごく面白いし、もうランフリー、気持ちいいですね、やっぱね。で、フィット感がやっぱ全然違っていて、これまで僕はずっともう5年ぐらい、もうベアフットでやってるので、ルナサンダルへの移行は全く問題なかったんですけど、なんかね、ちょっと調整に最初苦戦しましたけどね、フィッティングというか、それだけちゃんとやれば、もうなんか、まだね、その足の形がくぼみがつくぐらいまで馴染んでないんですけど、それでももう最初から随分、なんか気持ちいい走りっていうか、走りが本当にね、楽になって楽しくなってますね、ますます。そういうところで、話ずれちゃってるんですけど、とにかく、運動のメニューですね。それを整えたっていうことです。で、もうそれをね、もうカレンダーに入れるようにしていて、で、なんか繰り返しとかでさ、入れられるじゃないですか。あれでカレンダーに入れて、もう、はい、じゃあ月はこれ、火曜日これ、水曜日これ、木曜日これみたいな感じでやっていく感じです。なんかそうすると、いろんなその活動を持っていると、なんかね、楽しいですね。なんか、今日フルのヨガの日かとか、今日ランニングの日だとか、やったみたいな。今日ちょっと筋トレ入るじゃんみたいな。なんか、その、筋トレがちょっと入ることによって、なんか自分のその運動のバリエーションがまたね、新たになったというか、もちろんこれまでもしっかりやってたことはあるんですけど、なんかこれまでっていうか、ここまで本格的にその組んだのは初めてぐらいなんですよ。なんか、あと今まではやっぱりヨガにハマってる時はもうヨガしかやってなかったりとか、筋トレにハマってる時は筋トレしかやらなかったりとか、なんかそういう感じだったんですけど、なんかそれがね、今いろいろ自分のなんか運動をやってきたのが結構重なってきていて、
で、それをこう、組み合わせでやるっていう楽しさに気づき始めたんですよ。だからなんか良かったなっていうか、いろいろやって良かったなと思って。キャリステニクスっていうさ、基本的に自分は自重でやる筋トレをやってるんですけど、刑務所でよくやられてるような、そういうメソッドがあって、で、ちょっと久々にね、本とかをちょっと見返しながらね。でも本当に簡単なものです。プッシュアップと、スクワットと、プランク、みたいな感じ。あとヨガの延長線で、逆立ちやりながらちょっと腕立てやるとか、そういうところに負荷をちょっとどんどん上げていこうかなと思ってますね。そんな感じで、そういうほら、こういろいろ喋ってるとさ、忘れてくるでしょ ?5 月病。皆さんももう忘れてないですか ?5 月病のこと。だからとにかく、ゆっくりやるってことです。ゆっくり何かを、もう少しずつやっていくってことです。で、それを、ちょっと自動化していくっていうか、無理やり自分をリブートさせるっていう感じなんですけど、それが予定に書き込むっていうことだったりとか、あえて自分のそのメニューを決め込んで、それを何も考えずに朝起きたらすぐやるとか、そういうことにすることによってややちょっと機械的なんですけども、気づけばですね、5月病が吹っ飛んでると思います。ぜひ試してみてください。今日も、今日ヨガの日で、フルプライマリやったんですけど、今日思ったことは、やっぱりそのヨガっていうのは、その筋トレとかランニングとは違って、結構じわっと多幸感みたいなものが来る運動だなと思いましたね。やっぱりもう最初辛いんですよ。ものすごく久々にね、土日空いて月曜日とかにフルプライマリやると、うわーきついなってなるんですけど、今日も結構限界が来てて、途中で、やっぱりマリチアサナ A, B, C, D 来て、ナバーサナでボーン来て、で、そこからブジャピダーサナ来て、で、クルマーサナ、スプタクルマーサナ来て、最後ガルバピンダーサナバシー決めたときに、もうそこまで行けばもうフルいけるかってなるんですけど、だいたいマリチアサナ行ってナバーサナバーン来たときに、これもう、ちょっとここでやめようかなみたいな。ちょっとここでハーフ行こうかなみたいな。こっからもうフィニッシング入ろうかなみたいな感じになるんですけど、もうそれをなんとかですね、いや、ここでやらなかったら俺もう5月病になっちゃうっていう気持ちで、なんとか持ってきましたよ。ブジャピダーサナまで。ナバ来て、ククターサナ来て、ちょっと何言ってるかわかんないと思いますけど、アシュタンガやってる人はわかると思いますけど、この気持ち。なんとかね、そこ乗り越えたら、ブジャピダーサナ来て、ガルバピンダ来て、そこを乗り越えたらもうあとはね、もうすんなりといける感じはいつもしていて。そこだけなんですよね。でもそのハードルを一つ超えられるか超えられないかっていう。そこは毎回自分との戦いにもなるし、そこを超えるときに結構日常生活の嫌なこととかが思い浮かんだりするんですよ。なぜか。これ面白いことで。で、日常生活のことをこう思って、で、ここで俺はやめたら、その日常生活のあそこもクリアできないんじゃないかって。だからやるぞっていう、そういう風な感じで、もう今日は絶対最後までやってやるっていう風なもう気持ちに途中からなって、で、最後まで終えましたね。本当はでもそういうのもね、それすらも手放していくっていうのがヨガではあるんですけど、やっぱり私はね、まだ未熟者なので、ちょっとそういう、いろんな思いが浮かびながら、自分の葛藤と戦いながら、やっています。で、なんとか5月病を乗り越えようとしています。皆さんもやっている5月病の乗り越え方などあれば、ぜひコメントで教えてください。ぜひ、チャンネル登録してない方はチャンネル登録して、また次回もこのホワイトボックスに遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。良い一日を。